こんにちは、かなです。今日は日本語のオノマトペについてやりたいと思います。オノマトペって何っていうと、人の様子だったり、その場所の様子、動物の声、物が出す音、などのような音とか様子を文字として表した言葉になります。種類がたくさんあるので、今日はその中の2つだけやります。1つ目は動物の声。身近なものからいきましょう。犬の鳴き声は、日本語では、ワンワンと表現します。小さい小型犬や赤ちゃん犬の場合は、キャンキャンと表現します。猫は、にゃーとか、小さいおをつけてにゃーおと言います。カラスは、カーカーと鳴きます。鶏は、コケコッコーと表現します。牛は、もう、おをつけてもう、その違いわかりますかね？通常話の中に、牛がもーっと鳴いているよ、などのような話の中に出てくるときはもう、漫画などに書かれる、字として書かれるときは、もうを使います。では、馬はヒヒーンと証言します。その他には、象。象の鳴き声は、パオーンと表現します。その他には、羊。羊はメーメー。あと、ライオン。ライオンが、ガオーと書きます。では、次、小さい動物行きましょう。小さい動物では、カエルは、ケロケロと表現します。カエルでも少し大きなカエルになると、ゲロゲロと音が変わります。その他には、スズメ。スズメはチュンチュンと鳴いているように表現します。同じ鳥でも、ウグイス。ホウホケキョと書きます。その他には、フクロウ。ほうほうと書きます。それから日本では、
実際の音とは違う。狐の鳴き声。コンコンと表現します。では、二つ目行きましょう。動物の鳴き声の表現は、他にもいっぱいあります。代表的なものだけ挙げました。次は、自然。自然が出す音。人間が受ける感覚を音にしたものをいくつか紹介します。まず天気。ポカポカ。ポカポカは太陽の暑さが柔らかくて、心地よい天気のことをポカポカと言います。例えば、今日はポカポカと天気がいいから散歩に行こうのように使います。その他には、から。これは、天気が良くて空気が乾燥している時の様子を言います。例えば、北海道の夏はカラッとして過ごしやすいよのように使います。からの反対。湿気が多い時。夏の湿気が多い時のことを無と表現します。例えば、今日の天気はムッとするねと表現します。その他には、もわっとするねという言い方もあります。これは、ムッとするねよりちょっと軽い感じ。空が少し曇り空で、湿気が少しあって、空気が湿ってる感じを、もわと表現します。次は太陽。ポカポカよりちょっと日差しが強い時は、カンカンと表現します。今日は太陽がカンカン照りだねという言い方をします。カンカンよりももう少し強いとき。カンカンよりももう少し強いときは、点々をつけて、ガンガンという言い方もします。今日の太陽はガンガン照ってるよという使い方をします。ガンガンよりももっと強い日差しのとき、肌が焼ける。そんなときは、チリチリする。太陽の日差しが当たって痛いときは、チリチリすると表現します。では次は星。星は、キラキラ。今日の星はキラキラと綺麗だねという使い方をします。キラキラは光ってる様子をキラキラと表現します。ピカピカ。これも光ってる様子を表現したもの。キラキラよりピカピカの方が
少し光の度合いが強いです。では次は雲いきます。ぽっかり。何もない青い空に一つだけ雲が浮かんでいる状態をぽっかり浮かんでいる雲という表現をします。雲がたくさんあるときは、ふわふわという表現をします。ふわふわというのは、柔らかいものを触ったときもふわふわという表現をします。では次は雨。ポツポツ。ポツポツは雨が降り出したか降り出さないかぐらいの少しの雨の時はポツポツと表現します。雨がポツポツと降ってきたよ。聞いた方は大体の雨の量が想像できます。ポツポツより少し増えると、パラパラ。パラパラは、ポツポツより雨の量が多くなった状態をパラパラと表現します。さらに水の量が多くなると、ザーザーと表現します。今日はザーザー降りだよという使い方をします。では次、雪行きましょう。雪の降り始めは、ちらほら。降ってるか降ってないのか、わからないくらいの雪の量の時は、ちらほらと表現します。雪がちらほら降ってきたよという使い方をします。ちらほらから少し水の量が多くなって、雪の形が大きくなったもの。ボタボタと表現します。雪がボタボタ降ってきたよと言われたら、大きい雪の粒が降っていると想像できます。さらに雪の量が多くなって、しんしんと表現します。しんしんは小さな粒の雪が降り続くことをしんしんと言います。例えば、昨日の夜は雪がしんしんと降っていたねと話をします。雪がしんしんと降って降り積もった雪の上を歩くとき、キュッキュッとか、ギュッギュッという音がします。雪の上を歩いている様子を表すのに、キュッキュッとか、ギュッギュッとかを使います。では次、風行きましょう。風は、ヒューヒューと吹きます。風が吹いている様子を表すときは、ヒューヒューと表現します。ヒューヒューはそんなに強くない風の時に使います。風の速度が増すと、ビュービューに変わります。
風がビュービュー吹いてるよ。という風の強さを表すとき、点々をつけて、ビュービューになります。もっと強い風の時は、ゴー、ゴーと表現します。これはどちらかというと、話し言葉よりも書き言葉の方に多く使われます。嵐などの時の風の音を表現したものになります。その他には、ビュンという、ビュンは突然来る風の音、ピンポイントで来るような風をビュンと表現します。雷。ゴロゴロ。雷が遠くで鳴っている音を表現するとき、ゴロゴロと言います。雷がもっと近くに来て、バリバリ。近くで雷が鳴っている音を表現するときは、バリバリ。そして、雷が光ったら、ピカ。雷の光のことを、ピカと表現します。さっき雷がピカッとなったよ。と使います。今日は、動物編と自然編2つやりました。この2つだけでも今日やった他にいろいろな表現の仕方があります。皆さんの言語はどんな表現を使いますか？よかったらコメント欄で教えてください。オノマトペについてはまたやりますね。今日はここまで。またね。